皆さんこんにちは。南オーストラリアはアデレードからアラフィフ生活をお送りしているマミリーランドのマミです。今日は私がなぜ看護師になろうと思ったのか、その前は何をしていたのか、今に至るまでの経緯を少しお話ししていきたいと思います。人生に遅いはない。やる気があればいつだってやり直せる。マミリーランド、今年の3月で51歳になりました。アラフィフの次ってアラカンなんですね。最近知ったんですけど、アラカンまでのカウントダウンまっしぐら。私は若い時に想像してたより活動的な50代を送ってるなと思ってるんですけど、まだまだやりたいことがいっぱいあります。できるだけたくさんやりたいことを実行していきたいなと思っているアラフィフです。私がこのチャンネルを始めた一番のきっかけは、何歳からだって人生を変えられるってことを自分の体験から伝えていきたかったからです。そして私は人生を変えるためにやってきたオーストラリアで今、人生でね、一番幸せな充実した日々を送っています。じゃあ日本では幸せではなかったのか、そして日本での私はどうだったのか。日本にいた時だってもちろん幸せだと思った時はたくさんありました。友達と飲み会したり、合コンにも行ったり、旅行もたくさんしました。でもどうしてもなんかモヤモヤしてるっていうか、その生きづらさみたいなのは感じながら生活していました。何がって言われたら自分でもわからないんですけど、なんか着地点がない感じ、先が見えない感じ。それは特に看護師になってから訳あって鬱になって、今後の看護師人生が想像できなくなってからね、どんどん悪化していった感じです。私が日本で看護師の資格を取ったのは30歳の時、看護学生になったのは27歳の時でした。じゃあそれまで何をしていたのか。まずは小学校の卒業文集まで遡ってみましょう。私が小学校を卒業する時に書いた将来の夢は2つ。看護師とピアノの先生でした。何を隠そう、私は3歳半からピアノを習い出し、高校卒業まで続けていました。看護師は生後10ヶ月で負った全身やけどの手術のために繰り返した入院生活で、親よりも身近な存在だった看護師になりたいと思ったのは当然といえば当然。ピアノも3歳半から習っていたので、先生になりたいというのも当然といえば当然。ただピアノは気がついた頃にはその情熱も薄れてきていて、高校生の頃はもうほとんど義務で習いに行ってました。看護師にはなりたかったけど、途中からうちはシングルマザー家庭になって、で育ててくれた母には学校に行くよりも働いて援助した方が賢いと思った。ただ私は高校生活は少し舐めてかかってた感が強くって、勉強なんてもほとんどせずに過ごしていたので、成績的にも看護学校に入れるものでは到底なくって、そんな理由もあり、高校卒業と同時に製薬会社に就職しました。そう、私実は OL してたんです。OL していた時もまだまだ甘ちゃんで人生舐めまくっていました。でもそんな時、とある大きな出来事が私を襲ったんですね。成人式を2週間後に控えた1月1日、年が明けてすぐの夜中、母方の祖母が亡くなったんですが、家族で私だけ祖母の最後に立ち会えなかった。それはなぜか。私がどうしても友人と年越しをしたかったため、大阪は南で遊んでいたからです。まだまだ遊びが楽しくなってきた年頃、年越しを家族と過ごすなんて嫌だった。でも家族で私だけ立ち会えなかったこと、これは小娘だった私にも相当のショックを与えるきっかけとなりました。すっごく後悔したし、でも後悔しても今更どうしようもない事実と、家族に対する、そして祖母に対する後ろめたさがしばらく残りました。これがきっかけとなって、私の人生が一つここで動くことになります。そう、4年間勤めた製薬会社を退職し、その後自力でホームヘルパー1級の資格を取り、老人ホームに再就職しました。祖母に最後できなかったことを他の方にしてあげたい。そんなことで許されるわけはないってことは分かっていても、
ずっと後悔するより実行に移した方がいいと思いました。そしてこの老人ホームで私はたくさんの出会いがあったわけです。まずは一つ目の出会い。ここで親友カップルのんちゃんの両親との出会いがありました。たくさん遊んだし飲んだし、そして何よりも仕事に燃えていました。なんかわからないけど、もう私たちがこの老人ホームを変えていくんだと意気込んでいた。毎日のように仕事が終わっては仕事について熱く語り、居酒屋が閉店する時間まで仕事の話をしていたくらいでした。3年間その老人ホームで働いて、介護福祉士の試験を受ける資格を取りました。そして無事に国家試験に合格し、介護福祉士となって働き始めた頃、ここでまた一つ新たな出会いがあったんです。I did. Of the tree up there. Can you see it? Biscuits on the sides, like green salad. Where? Biscuits on the sides, green salad. Yeah. Where? See the first big branch that pokes out the most from the bottom? You can see there's a bird. Follow my finger. Oi. Yeah, otherwise. There. Oh. Ah, yeah, I can see now. そう、新しい看護主任がやってきたんですね。今までは割とご高齢の看護師さんたちと和気あいあいでやってきていましたけど、その新しい主任はおばちゃん看護師さんたちよりも若く、つい最近まで病院でバリッバリ働いていた現役やったんですね。もうそれからは毎日波乱万丈でした。それまで私たちが良かれと思ってやっていたことを一から覆される始末。なんでそれをやってんの？その理由は？根拠は？もう会議も大炎上で、もう今までの私たちの情熱を一気にへし折られていったんです。その方に一気に看護と介護の領域の違いを叩きつけられたんですね。医療という側面から知識をふんだんに使われ、今まで私たちが意気込んで取り組んでいたものも全否定されたり、グーのでも出ないっていうのはまさにこのことだったんですけど、最初の頃は私たちも反発しました。私も若かったし、戦おうとしたんですね。今までやってきたっていう意地もあった。で、それなりに施設が良くなってきたっていう自信もあった。でもね、やっぱりコテンパンにされて、何度も。で、やっぱりね、言い返せないんですね。知識が足りなくって言い返せなかった。そこで私たちは、情熱だけではダメだと気づかされたんですね。多分その看護主任は分かってたと思うんですよ。私たちが若さゆえに突っ走っていたこと、そして情熱が知識を上回っていたことも分かってたと思います。もちろん私たちは介護の知識はあったし、それを使って施設を良くしようと思ってた。でも多分若さがゆえに、その領域を飛び越えようとしてたんだと思うんですね。看護の領域まで多分私たちはやろうとしていた。それに気づかせてくれたのが彼女であって、看護と介護の領域、踏み越えてはいけない領域っていうのをきっちり根拠を使って教えてくれた。でもそこで私ははっきりと医療と福祉の違いを叩きつけられた。そしてその違いにめちゃくちゃ悔しさを感じたんですね。めっちゃ悔しかったんですよ。悔し泣きしたぐらい。この出来事があって、それから少しずつ私の中でふつふつと看護師になりたかった。
過去の夢が蘇ってきたんですね。そうやん。私看護師になりたかったんやん。もうそこからは血迷ったように看護師になるための資料を探し、どこに看護学校があって、どれだけの費用がかかるのか、学校に入るための試験はどんなものがあるのか、もう毎日のように調べました。そして私は決意を固めたわけです。もうかなり無理な挑戦。でも小さい頃になりたかった憧れの職業、あの時ずっとそばにいてくれた看護師さん、ずっと憧れていた職業、ピアノの先生の情熱は消えてしまったけど、看護師になりたい情熱は消えてなかったんですね。そしてその情熱に火がついてしまった。ということで、それを両親に話したら、2つ返事で応援してくれると背中を押してもらいました。そして挑戦を決意してから奇跡的に看護学校入学の扉を開くことができたんです。一般入試では高校時代全く勉強してなかった私には不可能と判断。なので社会人入学枠がある学校に絞って受験をしました。2個受けて1つはダメでした。でも本命の学校の社会人入試枠に合格することができたんです。そこで同じく社会人入学枠で合格したのが今の親友の一人。看護学校に入学するからと老人ホームを退職したとき、その看護主任がすっごく応援してくれて頑張れと言ってくれました。すっごく嬉しそうにしてくれてたのを今でも覚えてるんですけどね。こうして27歳で看護学校の扉を開き、高校卒業したての9歳年下の子たちと共に3年間勉強をしました。現役の彼女たちは何と言っても吸収が早いし、要領もいい。だからもう負けたくなくて必死で勉強しました。そして30歳の時に無事に看護師の国家試験に合格し、晴れて看護師になったわけです。Yeah, I'm yours, and now we're singing. 看護師になってからの私は何度もお話ししているように紆余曲折あり、鬱にもなり、人生のどん底も見ました。でもそれがきっかけでオーストラリアに移住するという人生で一番大きな決断をするきっかけになり、人生がどんどん豊かなものに変わっていった。これは私の人生であって、もうみんな一人一人違います。でもいつからでも人生を変えたいと本気で思ったら変えられるんじゃないかってやっぱり私は思うわけです。絶対どっかにきっかけがあるはずなんですよね。そのきっかけを見過ごすか見過ごさないか、見て見ぬふりをするかしないかは自分次第になってくるんじゃないかなと思ってます。ぜひ皆さんがその時一番いい選択をして人生をより良いものに変えていけますように。私はこれからも人生で今が一番楽しいと思える生き方を選択して悔いなく生きていく自分でありたい。そしてそれを発信していけたらいいなってずっと思ってます。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画で。バイバイ。And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling.